Keen is, as the name implicates, very keen on how he creates with code many kind of Lisps. And behind all this are, well, some rusty crates. Good morning, everyone. I'm Kim. First of all, I'd like to say thank you to RustFest organizers. This is my first time to have a talk at an international conference. Because I'm not good at English, attending international conferences is not easy. I guess this is true for most of those who are not native to English. However, in this time, as we have translated subtitles and interpreters, there's a chance for me. Thank you. Then, I'm going to give the rest of my talk in Japanese. それでは始めていきます。言語自作を通して学んだラストというタイトルで発表していきます。私はキーンと言います。Twitter や GitHub のアカウントを持っていて、イデインという会社で仕事でラストを使っています。右にある画像が Twitter や GitHub で使っているアイコンです。日本で出版された実践ラスト入門という本の著者の一人です。また、プログラミング言語ラストの初版やラストの公式ウェブサイトの9番の翻訳に協力したりもしました。さて、ラストに入門する前に私がどういうことをしてきたかというと、おもちゃ言語をいろいろ作っていました。一例を挙げると、スキーム処理系のコミットをやっていたり、スカラの型でリスプを作ったり、ホワイトスペースでホワイトスペースのコンパイラを書いたりしていました。ML やリスプといった関数型プログラミング言語が好きです。アルジェブライックデータタイプスやパターンマッチといった機能がインタープリターを書くのに適していたからです。C もほどほどに好きです。早くてローレベルなことができるからです。ただし、関数型プログラミング言語も C も一長一短あります。関数型言語には ADT やパターンマッチがあり、可読性が高く安全である一方、ランタイムがあるので速いインタープリタを作るのには向いていません。逆に C は速くてランタイムを持ちませんが、安全ではありません。なので、安全で速くてランタイムがなくて ADT とパターンマッチのある言語を探していました。そうしてある日、ラストに出会いました。出会ったのはラスト 0.12.0 の頃で、1.0 アルファが出る直前でした。ラストには先ほど挙げた機能が全部揃っていたので、言語を作るときはラストを使うようになりました。そうしてラストで作った言語をいくつか挙げるとこんな感じです。まずはリスプ方言。それから1年後くらいにシェルだとか、また型レベルリスプだとか、SML コンパイラだとか、インメモリの Web アセンブリアセンブラーとかを作りました。そしてまた1年後くらいにオルト JSON スキーマだとかを作りました。細かいものを含めたら他にもあるんですが、ひとまずこんなところです。本当はこれらの言語を全部話したかったんですが、時間が足りないので3つ選んで、それぞれの言語を作って何を学んだかを紹介します。選んだ3つがこれで、まず、カッパリスプからは基礎を学びました。次は WebML でメンテナンスするということを学びました。最後がキーまで使えるものを作るということを学びました。それではこの3本立てで話していきたいと思います。まずはカッパリスプです。カッパリスプは SKK リスプを解釈するために作られました。SKK というのは日本語入力メソッドの名前なんですが、この話にはあまり関係なくので気にしなくてよいです。ほぼ私のラストの最初のプロジェクトでした。当初はこれを4日で作ろうと意気込んでました。4日というのは日本では秋頃に4連休があるので、その間に作りたかったわけです。リスプ処理系は何度か作ったことがあるので、4日あれば作れるだろうと踏んでました。下に貼ってあるコードがカッパリスプのコードです。SKK ガジェットユニットコンバージョン関数を呼び出して、1マイルを 1km に変換する計算をしています。言語処理系を作るのには、ホスト言語のいろいろな基本機能が必要になります。使った機能の一例を挙げると、言語側だと構造体、メソッド、列挙型、パターンマッチ、マクロなどなど、標準ライブラリだと、イテレーターやハッシュマップなどです。こういった基本機能を駆使しつつ、インタープリタを書いていきました。
そして失敗しました。4日では終わりませんでした。失敗した理由としてはいくつか難しいところがあったからです。具体的には、ガーベージコレクション、ライフタイムと所有権、エラーハンドリングあたりです。ここでラストは難しい言語というのを思い知ることになります。GC でつまずいたのはこういう部分です。リスプの式をエクスプラーというエナムで表現するのですが、そこに出てくるポイントにボックス型を使っています。下にコードスニペットがあって、エナムエクスプラを定義していますね。そこの2つ目のバリアントがコンスで、ポインターを2つ保持しています。そのポインターにボックスを使っていたわけです。何が良くなかったかというと、ラストには GC がない点です。関数型言語だと GC はあるので、そういうことをすっかり忘れていました。ラストのボックス型だとその値を1人しか使えませんが、今回実装しているリスプは値を共有できるのでダメでした。正しくはボックスの代わりに RC を使わないといけません。RC、つまり参照カウントを使うとデータを管理してくれます。下のコードスニペットでは先ほどのエクスプラーとほぼ同じですが、コンスの保持しているポイントが RC になったものになっています。これが正しい実装です。次に困ったのがライフタイムと所有権です。おそらくほとんどの人もそうだと思いますが、これは初めて体験した概念です。関数を定義するときに引数で所有権を取ってしまうと、書くのは楽になりますが、呼ぶのが大変になります。例えば、下に貼った2つのエバル関数を見てみましょう。上のエバルは引数にアンパサンドムッド演武とアンパサンドエクスプラーを取っています。2つ目の引数が参照になっているんですね。下のエバルは引数にアンパサンド演武とエクスプラーを取っています。こちらは2つ目の引数が参照になっていません。上の方は引数が参照になっているので、定義するときにクローンが必要で大変なのですが、呼び出すときは値を貸すだけでいいので楽です。一方で下の方のエバルを定義するときにはクローンを挟まなくていいので便利なのですが、エバルを呼び出すときにはクローンが必要になり大変です。このどちらが正しい設計なのかは当時は分かりませんでした。最終的には全体の設計が大事ということに気づきました。全体の設計というのは、このデータはランタイムに登録されるから実行が終わるまで生きていないといけない。だから所有権を奪ってはいけないなどです。あと、当時はボローチェッカーがレキシカルだったというのもあります。有名なハッシュマップに対してゲットしてインサートしようとするとエラーというのも実際に体験していました。困った3つ目がエラーハンドリングです。正直どうすればいいか分かりませんでした。最初のコードは各所でパニックを使っていました。下に貼ってあるコードスニペットでは k-add-org という関数を定義していて、関数の返り値は素のエクスプラーになっています。関数本体の方では引数に対してパターンマッチするときに想定していないデータだった場合にパニックしています。次に正しい値を用意できなかったらオプションを使い始めました。下に貼ってあるコードスニペットでは read-org という関数を定義していて、関数の返り型がオプションエクスプラーになっています。次にエラーにはリザル型を使うと学んだので、それを使い始めました。しかしエラーはすべてストリングでした。下に貼ってあるコードスニペットでは kFunCall という関数を定義していて、返り型がリザルトエクスプラストリングになっています。関数本体の方では引数に対してパターンマッチするときに想定していないデータがだった場合にエラーフォーマットなんちゃらを使っています。最後に正しい方法を知りました。エラーハンドリングインラストというアンドリュー・ガラントさんのブログです。このブログを読んで独自のエラー型を定義することを覚えました。下に貼ってあるコードスニペットではエラーという名前のエナムを定義していて、カッパリスプで起きるエラーをバリアントで表現しています。リスプで学んだこととしては、
まずはラストの基礎です。そしてポイントがいくつかあることも学びました。カッパリシペで使ったのは参照ボックス RC ですね。所有権、ライフタイム、そしてデータのライフタイムの設計についても学びました。最後にエラーハンドリングについても学びました。次は WebML です。WebML はスタンダード ML から WebAssembly へのコンパイラです。WebAssembler RS がこれのサイドプロジェクトです。私の趣味プロジェクトの中で一番規模が大きいです。そして私の盆栽プロジェクトでもあります。下に貼ってある画像が盆栽ですが、盆栽は長い時間をかけて手入れします。その盆栽のように盆栽プロジェクトというのは、時間のある時にちょくちょく手入れしてずっと続けていくようなプロジェクトのことです。WebML を作るにあたって何が難しいかというと、まずは大きいということです。コードベースが大きいので、コードの管理についても工夫が必要です。次に、SML の構文が Lisp と比べて複雑ということです。Lisp と違って手でパーサーを書くわけにはいきません。そして、コンパイラ特有の似たような型がたくさん出てくる問題もあります。他にもそもそもコンパイラが難しいとかあるのですが、それは置いておいてこの3つに焦点を当てて喋っていきます。SML というのは下に書いてあるコードのような構文をしています。まず1行目の infix スラッシュコロンコロンスラッシュバックスラッシュコロンコロンバックスラッシュでが中置演算子であることを宣言しています。ユーザーで中置演算子を作れるんですね。続く fun-init スラッシュコロンオペレーターイコールっていうところでスラッシュコロンという演算子の定義をしています。演算子の定義を仮引数が左側と右側に来ます。こういうちょっと一風変わった構文をしているのが SML です。コードの管理ですが、サブモジュールを使うタイミングですね。サブモジュールというのはつまりディレクトリスラッシュ mod とかです。ですが、これが複雑でした。b.rs の中で mod A を宣言したいけどできないんだけど、だとか、mod.rs ってどこに置けばいいのという具合でした。いろいろ試行錯誤して、最終的には理解できてブログにまとめたりもしました。次にパーサーについてです。SML パーサーは手書きするものではないです。ということで、パーサーコンビネーターライブラリを使いました。NOM というやつです。当時バージョン 2.0 でした。これがマクロまみれでした。というのも当時はインプルトレートがまだなかったので、パフォーマンスの都合でこうなっていたようです。下に貼ってあるのが NOM を使ったパーサーのコードです。named というマクロの中に引数に doParse だとか separated-list だとか、あと opt だとかマクロがたくさん書かれています。API ドキュメントを見るとマクロがすごいことになっています。これが NOM の API ドキュメントなんですが、マクロのところを見るとすごい数のマクロが定義されています。10や20ではなく50とかひょっとしたら100くらいのマクロが定義されています。これらを駆使しながらパーサーを書くのですが、マクロのエラーメッセージが分かりづらくてデバッグが大変でした。続いて型が多い問題です。コンパイルの中には似てるけど微妙に違う型がたくさん出てきます。例えば Untyped Explorer、Untyped Core Explorer、Typed Core Explorer などです。それぞれ比較的大きくて10個以上のバリアントがあります。最初はこれを全部手で書いていました。いろいろ試行錯誤するうちに型エイレスでどうにかできることに気づきました。下に掲載したコードはちょっとごちゃごちゃしていますが、型エイレスを使った解決です。型パラメータで振る舞いを変えるエクスプラーという型を用意しておいて、望ましい振る舞いを与える型パラメータを与えたものに名前を付けています。例えば、Untyped Explorer はエクスプラーに Empty を与えたものです。他にも Core Explorer というのを定義していて、それに Empty を与えたものが Untyped Core Explorer、タイプを与えたものが Typed Core Explorer、
になります。ラストの片側のエイリアスはかなり柔軟なので、こういうふうにエイリアスとして定義できてしまいます。例えば、コアエクスプラーはエクスプラーのエイリアスであり、かつアンタイプドコアエクスプラーとタイプドコアエクスプラーへとエイリアスされていました。アンタイプドコアエクスプラーとタイプドコアエクスプラー両方に同じメソッドを定義したかったら、コアエクスプラー対にインプルしてあげれば良いわけです。また、ディスプレイのように、すべてのエクスプラー属に実装したいトレイトは、型パラメータをすべてジェネリクスにしてあげれば良いわけです。WebML から学んだこととしては、まずはインタープリタを作った経験がコンパイラを作るときにも生きたという点です。内部で使うデータ型とかライフタイムの設計とかでつまずくことはありませんでした。そして紹介した通り、モジュールシステムが複雑だったり、マクロを使って書かれたコードのデバッグが辛いということだったり、インプルトレートが早く欲しいとかだとかを学びました。他にもラストの型システムがよくできているというのも学びました。ちょっと話が脇道にそれるんですが、ここで今の職場に転職しました。そうして普段の仕事でラストを使うようになって、ラスト力がめきめき上がっていきました。そういう状態で次のキーマに移ります。ということでキーマです。発音はスキーマの S を取ったものです。キーマが何かというと、独自記法から JSON スキーマへのコンパイラです。要するに、オルト JSON スキーマとでも呼ぶべきものです。これは会社のプロジェクトで使うために作ったもので、使えるものじゃないといけません。下に貼ってあるのがキーマの記述例です。スラッシュアスタースターからアスタースラッシュでコメントを書いたり、タイプネームイコールで型を定義したりします。キーマに求められるものなんですが、まずはコンパイラ部分です。この時点ではもう問題なく作れるようになっていました。なので他の問題に集中することができました。WebML で困っている部分をここで試して WebML に持ち帰ったりもしました。そして他にはコマンドラインインターフェースとバイナリのリリースが必要でした。これについて説明していきます。同僚に使ってもらわないといけないので、コマンドラインインターフェースをリッチにしないといけません。というわけで、コマンドライン引数のパーサーが必要でした。そこでストラクトオプトを採用しました。ストラクトオプトの利用例を下に貼りました。構造体定義に derive struct opt をつけ、それぞれのフィールドの定義に struct opt attribute を指定します。アトリビュートの中には long だとか help だとかが書けます。long は長いオプションの指定をします。ここではノースワガーを指定しているので、コマンドラインで-no-swagger と書くオプションを指定しています。help は-help で見れるヘルプメッセージです。これがストラクトオプトで生成したヘルプメッセージです。先ほど説明した-swagger、-no-swagger やインプットファイルなどが生成されています。次がバイナリーリリースです。手元のマシンで配布物を作って GitHub にアップロードするのは手間ですし、クロスコンパイルの問題もあります。CI でできるならそれに越したことはありません。そういうわけでトラストを導入しました。トラストはトラビストの設定のひな型で、これを使うと複数ターゲットのバイナリを簡単に作れます。キーマのリリースをちょっと見てみましょう。こういうふうにいろんなプラットフォーム向けのリリースを簡単に作れるわけです。例えば A864 の Linux だとか X8664 の Linux だとか X86 の Apple Darwin だとか X8664 の NetBSD なんかのバイナリも作れます。キーマから学んだこととしては、使えるものを作るには一手間必要である点、そしてその一手間を助けてくれるものがすでに揃っている点です。まとめに入る前に少し振り返ってみましょう。私は言語をいろいろ書きながら成長していきました。
最初はラストでどうやって書くかでいっぱいいっぱいでしたが、コード全体をどうすればいいか、そしてプロジェクト全体としてどうリリースするかなどまで気が回るようになりました。もう一つ気づいた方もいるかと思いますが、私が遭遇した壁のいくつかは、すでにラストのアップデートで解決されています。インプルトレイトは今でも覚えていますが、1.26.0 で入りました。複雑なモジュールシステムや融通の利かないライフタイムは2018エディションで解決しました。ということでまとめに入ると、一度リスプのインタープリタを書いてみると、ラストのかなりの部分を理解できるようになります。そして同じテーマの問題、私の場合は言語ですが、を繰り返し取り組むと、だんだんと細部までできるようになります。というのも、すでに外観は理解できているので、詳細にまで踏み込めるからです。最後に、ラストは進化し続けている言語ということでした。ありがとうございました。